こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はよく使われる以前からある補助金の一つでありますものづくり補助金について解説をしていきたいと思います。ものづくり補助金2024年も申請類型が変わったという経緯があります。ただし、新しくできた類型、非常に使い勝手が悪く、あまり申請件数は伸びていないと聞いております。また、令和6年度補正予算成立を受けて、2025年においても、ものづくり補助金、継続が決まっております。そして、継続におきまして、申請類型がリニューアルされました。今回は申請類型が2つということで、非常にシンプルになっているものづくり補助金、この概要について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずはものづくり補助金とはどういうものなのかについて、そして今回新しくリニューアルされてシンプル化された2つの申請類型について、申請をする上での基本要件と審査のポイント、ものづくり補助金、経費に関して非常に細かく要件が設けられております。従いまして対象経費について少し取り上げて、最後に注意点とまとめということになります。まずはものづくり補助金とはどういったものなのかですけれど、通称一般的にものづくり補助金という言い方をしますが、正式にはものづくり、商業、サービス、生産性向上促進補助金というのが正式な名称となっております。そしてこのものづくり補助金の目的、最終的な目的は生産性の向上、そして持続的な賃上げというのを目的としたものになります。そしてこの生産性向上と賃上げを行うための設備投資等を支援をするのがものづくり補助金ということになります。そしてこの設備投資に関しても、ただ設備投資をすれば補助が出るというわけではなく、新製品、新サービスの開発のためであったり、海外事業の実施など、付加価値を高めるような取り組みに対して設備投資をする場合、そしてひいては生産性向上と賃上げを行うということを目的としております。従いまして、単なる生産性の向上、または省力化、効率化といった場合はですね、別の動画でご紹介をしておりますけれど、中小企業省力化投資補助金というのがありますので、こちらを利用してもらえればと思います。そして今回リニューアルされたものづくり補助金ですけれど、申請類型が2つにシンプルになっています。一つは製品サービス高付加価値化枠と言われるもの。そしてもう一つはグローバル枠と言われるものになっております。製品サービス高付加価値化枠につきましては、革新的な製品、新サービスの開発による高付加価値化を目的としている。グローバル枠に関しては、海外事業の実施による国内の生産性向上を目的としているものとなります。補助上限につきましてはそれぞれ異なりまして、製品サービス高付加価値化枠につきましては750万円から2500万円の補助上限。またグローバル枠に関しては一律3000万円となっておりますが、いずれの枠についても下限は補助が100万円ということになっております。そして製品サービス高付加価値化枠につきましては750万円から2500万円ですけれど、こちらは従業員数に応じて変わってきます。5人以下の場合は750万円、6人以上の場合は1000万円、21人以上の場合は1500万円、51人以上の場合は2500万円という形になっております。また、補助率につきましては、原則、中小企業で2分の1、そして小規模企業で3分の2となっております。ただしですね、再生計画等を出している場合につきましては、製品サービス高付加価値化枠については、再生事業者は補助率引き上げで3分の2ということになっております。そして、今回ですね、収益納付がないというところも、
他の補助金もそうですけれど、最近は収益納付がなくなってきたというのを非常に感じております。また、対象経費ですけれど、こちらはですね、共通ではなく、製品サービス高付加価値化枠とグローバル枠で異なってきます。共通の経費もありますけれど、グローバル枠特有のものとしてはですね、広告宣伝と販売促進が認められている。逆に言えば、製品サービス高付加価値化枠では広告宣伝販売促進費は認められないということになるので注意が必要です。そして基本的な申請類型は2つですけれど、その他ですね、賃上げ等を行う場合には、加算での補助上限の引き上げという特例もありますので、別途申請要項を見ていただければと思います。そして、基本的な要件ですけれど、申請にあたって3年から5年の事業計画を策定する必要がある。もちろんそれを実行していただく必要もあるということですけれど、その事業計画に盛り込まなければいけないのは基本的に3つになってきます。付加価値額については年平均成長率 3% 以上ですね。そして2つ目としては賃金についてですけれど、給与の総支給額が年 2% 以上、以前は 1.5% でしたけれど、最近の賃上げ傾向を受けて、年平均成長率は 2% 以上となっております。そして事業場内最低賃金は地域別最低賃金の30円以上という要件。この要件を満たした上で事業計画を作っていただいて実行をするということになりますが、ただし、賃金の伸びと最低賃金額に関して、こちらは事業計画未達の場合は補助金の返還義務がありますので注意が必要です。また、さらに21人以上の事業所においては、仕事子育て両立要件というのをプラスで加算をされているということになりまして、一般事業主行動計画の策定と公表も必要という形になります。こちらはですね、また別の動画でご紹介をしておりますので、一般事業主行動計画というのはどういったものなのかについても見ていただければと思います。またさらにですね、グローバル枠で申請する場合は別途追加の要件もありますので注意が必要です。そして審査のポイントですけれど、いくつか列挙されておりますけれど、補助事業の適格性ですね、対象者ですとか対象事業について、また2つ目として経営力、経営目標が具体的かどうか、3つ目として事業性ということで、課題の明確化、市場性、顧客に対して、4番目として実現可能性、これが他社優位性であったり、実行の体制といったところになります。そして5つ目は政策面ということで、地域経済への影響、または雇用創出に対して、これらが、含まれているかどうか、そしてその内容について事業計画から判断をするということになります。原則書面審査になりますけれど、一定の基準を満たした場合、事業規模ですとか、補助金額ですね、満たした場合には、口頭審査、ズームになりますけれど、面接もありますので注意が必要です。そして注意をしてほしいのが加点項目ですね。全部で6つ加点を申請できるんですけれど、列挙されているのは15という形になります。で、15のうち6つはですね、加点はぜひ取っていただきたい。一部抜粋になりますけれど、取りやすいものというのを列挙しておりますけれど、パートナーシップ構築宣言ですとか、賃上げ、また、L星認定ですとか、くるみん認定、成長加速マッチングサービス。これは2025年からスタートをしているものですけれど、その他2022年からスタートをしている新規輸出1万社支援プログラム。こういったところですね、加点自由に盛り込んで審査をしてもらえればと思います。そして対象経費ですけれど、対象経費非常に細かく分かれております。補助対象経費総額の2分の1までのもの、3分の1までのもの、5分の1までのものと、いくつか分かれております。2分の1までのものは外注費ですとか、専門家経費、そしてグローバル枠では、広告宣伝、販売促進費となっております。全体の3分の1までというのは技術導入費ですとか、知的財産権等の関連費用。
また5分の1はグローバル枠ですけれど、海外旅費ですとか通訳翻訳費用に関して上限が設けられているので注意が必要です。その他ですね、機械装置、システム構築費に関しては、上限はないんですけれど、最低の税抜き価格としては、50万円以上となっているので、事業計画作成の時には注意をしてください。そして最後に注意点とまとめですけれど、まずは設備投資ですね。単なる機械装置、システム費の導入は対象外となります。導入によって新製品、新サービスの開発を行うかどうかというのをよく検討してください。そしてよく聞かれるんですけれど、原材料費ですけれど、こちらは販売目的での原材料は不可になります。あくまでも試作の開発に必要な部分のみで、なおかつ補助事業の実施期間内に使い切りというのが原則になっております。そして、推奨として記載されているんですけれど、BCP 対策ですね。自然災害等で事業の継続が不可能になってしまって、ものづくり補助金の実施が難しくなるというケースもあり得ますので、この場合は事業継続力強化計画等を作成をしていくことを推奨というふうに記載がされております。今回新しくリニューアルされておりますので、公募要領の方をよく読んで理解をしてほしいと思います。そしてものづくり補助金、行って終わりだけではなく実施後5年間の事業報告というのもありますので注意をしてください。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。